皆さんどうもこんにちは。クリアムチャンネルへようこそ。今日はタイトルにあるように指摘のことについてお話ししていきたいなと思います。訂正とか指摘とか言ったらやっぱり仕事場とかお家でとか、お母さんに指摘とか受けることもあると思いますし、あとは仕事場とかだったら上司から部下へ指摘とかされる時もあると思いますし、あとは友達の間とか夫婦の間とかもそうだと思うんですけど、今日はその指摘のことについてお話できたらいいなと思います。それで早速聖書自体が指摘のことについてどう言ってるのかっていうことからお話ししたいなと思います。はい。聖書。はい。で、私が今から読むところが、箴言知恵の泉第12章の一節を読みたいと思います。人の言うことを聞く気がある人は知識を得ることができます。叱責に耳を塞ぐ者は愚か者ですと書いてあります。叱責というのは指摘とかのことを言ってると思うんですけど、私が指摘とか指摘されることが嫌いではなかったんですけど、傷ついた時もありましたね。で、それは別にその指摘してる人の言い方とかは別に全然悪くなかったんですけど、その指摘をどういうふうに受けたらいいのかわからなかった多分時期があって傷ついちゃったりした時はありましたね。はい。だからやっぱりこうやって大人になっていくうち、大人だけじゃなくて子供もそうなんですけど、どういうふうに指摘を受ければいいのかっていうことを今日はお話できたらいいなと思います。で、私が一番思うのは心の姿勢が大事だと思うんですね。その指摘されることに注目とか指摘のされ方に注目をするんじゃなくて、どうして私は指摘されてるのか。で、この指摘を受けたら何をというか、自分はどういうふうに成長できるのかっていうことを考えることが大事だと思います。はい。例えば指摘をされて、私は嫌われてるんだとか、あとは見下されてるとか、あとはムカつくとか、あとは別にムカついたりもしないけど、普通に傷ついちゃったり、指摘されたからっていう意味で傷ついちゃったりっていう人もたくさんいると思うんですけど、心の姿勢を正しくして整えれば、もっと指摘を受けやすくなって、それを受けやすくなることによって自分がもっと人として成長できると思うんですね。で、それでどういうふうに捉えればいいかっていうのは、まず、なんで指摘をされているのかっていうことですよね。それで指摘を受けることによって自分がどういうふうに成長できるかっていうことが一番大事だと思います。もちろん、指摘してる方も、言い方は大切なんですけど、やっぱり、それはこっち側ではコントロールできないじゃないですか。後から、もうちょっと優しく言ってほしかったんだけどとかは言えるけど、でも、言ってる最中は、そういうことは言えないじゃないですか。だから、元からこっちの、指摘されてる方の、心の姿勢が正しかったら、指摘も受けやすいし、傷つかなくても済むし、あとは、すねったり怒ったりすることもなくなると思うんですね。はい。私、大学で数学を勉強したんですけど、数学でちょっとわからないことがあって、ある教師、大学の教師に、ちょっと、これわからないんですけどって言ったんですよ。そしたら、
これは高校生でもわかることだよって言われたんですね。で、めちゃくちゃ傷ついたんですよ。それで。それ指摘ではないと思うんですけど、指摘とはちょっと違いますよね、それは。でも私が言いたいことは、その時にめちゃくちゃ傷ついて、何なのこの人って思ったんですけど、後からそれを誰かに話したんですね。その出来事を。そしたらその人は、一番大事なのは、その人が言ったこととか言い方とかじゃなくて、その言われたことをどういうふうに受け止めるかが大切と言われました。で、高校生でもわかることでしょって言われたじゃないですか、私が。そして、私が傷つくとか、すねったりとか、そういうことをするんじゃなくて、高校生でもわかることなんだ。じゃあもっと勉強しなきゃっていう考え方が大事だったんじゃないのかなと思いました。だから指摘とかだけじゃなくて、結構、いろいろあると思うんですけど、いろいろ言われることとか。だからやっぱり考え方ですよね、心の姿勢。さえ、私たちが変えれば、傷つきにくくもなるし、あとはもっと自分が成長できますよね。例えば私が、そうやってその教師に高校生でもわかることでしょって言われて、それで、傷ついて怒って、もうあの人に一生聞かない。で、なって、私は別に全然成長できてないじゃないですか。でも、私が、高校生でもわかることなんだ。じゃあもっと勉強しなきゃって言って、もっと勉強に励めれば、私は成長もっとできてるじゃないですか。その人、私がさっき言った通り、これはちょっと指摘とはちょっと違うんですけど、あとはさっき言った通り、その指摘する方の、その言い方にもよるんですけど、その人がどういうふうに話すとかどうかは、私たちがコントロールできるわけではないじゃないですか。だから、私たちができることは、指摘されてる方ができることは、心の姿勢を変えて、考え方を変えることだと思うんですね。それによって私たちはもっと成長できると思うんですよ。だから、聖書もさっき読んだ通りに、人の言うことを聞く気がある人は知識を得ることができますって書いてあるんですよ。もちろん知識を得ることができます。さっき言った例と同じように。でも、叱責に耳を塞ぐ者は愚か者ですって書いてあります。で、例えば仕事場とかで、ね、これやったらダメでしょ？こういうふうにやんなきゃいけないんだよとか言われたときに、心の中で耳を塞ぐとするじゃないですか。もうこの人うるさいなとか、あとなんであなたにそういうこと言われなきゃいけないのとか、そういうことする人は愚か者ですと聖書に書いてあるんですね。そういうことしたくなるのもわかるんですけど、でもそういう人たちは成長できないじゃないですか。人間として、人として、あとその仕事場でも。なので、今日、一つ皆様にお伝えしたいことは、心の姿勢を正すことが大事なんじゃないのかなと思います。で、心の姿勢を正すことによって、もっと人として、成長できるんじゃないのかなと私は思います。はい。では、また次のビデオでお会いしましょう。次の動画でお会いしましょう。さよなら。